不動産巨人の崩壊、中国恒大集団の終末。中国の不動産市場は世界最大の市場の一つであり、その中心にいたのが中国恒大集団でした。恒大集団は780億ドル約11兆7100億円もの売上高を水増し計上した疑いで、現在、史上最大規模の金融詐欺事件の中心にいます。創業者である許家印会長は、この不正会計行為により、訴訟リスクが高まっています。2020年までの2年間に、恒大は売上を前倒し計上し、水増ししたとされ、その結果、デフォルト、債務不履行に至りました。中国証券監督管理委員会は、この行為に対して、41億8000万元、約870億円の課徴金を課しました。この架空計上の規模は、中国のラッキンコーヒーや、米国エンロンの不正会計を上回り、中国の金融監督当局や、監査を担当した会計事務所に衝撃を与えました。許家印会長は、かつて、不動産から電気自動車 EV に、至るまでの巨大企業帝国を率いるアジア有数の資産家でした。しかし、今回の不正会計疑惑は、彼にとって新たな打撃となりました。2024年1月、恒大は、香港の裁判所から清算命令を受け、3年間の不動産不況の中で、最大の破綻となりました。証監会は、許氏が、恒大の通期決算の数字を不正に膨らませるよう、他の社員に指示したと見ており、責任の大半は彼にあると主張しています。許氏は4700万元の罰金を課され、証券市場への参加を生涯にわたり禁止されました。恒大の最高経営責任者や最高財務責任者ら、他の幹部も罰金などの処罰を受けています。この事件は中国の不動産市場だけでなく、世界の金融市場にも大きな影響を与えました。不正会計の発覚は、透明性の重要性と厳正な監督の必要性を改めて世界に示しました。投資家や市場参加者は、このような大規模な不正が再発しないよう、より警戒し、情報の検証に努める必要があります。中国恒大集団の崩壊は、経済と金融の世界における倫理と責任の重要性を示す鮮烈な例となりました。中国の数字は当てにならないことの一部が表面化したといったところでしょうか。このような事例の集まりが中国といったところでしょうか。中国不動産業界の不振は皆さん知っておられるところ。では、中国恒大以外は水増ししないと言えるのでしょうか。すでに数年前から中国の地方政府が虚偽の GDP を申告していたことはご存知だと思います。内モンゴルや遼寧省。これは自己申告で行われたものです。ラッキンコーヒーについては以前動画も作っていますね。アメリカの上場企業でしたが、ファンドの指摘を受けて株価が急落、上場廃止。アメリカの証券取引委員会は何のお仕事しているのでしょうかという動画を作りましたね。中国恒大の水増し額は凄まじいものでありますが、これで倒産やむないという形ができた。形を作ったということもできます。そうなると、今まで凍結してきた負債が現れる形となります。この負債に中国の銀行や取引のあった企業は耐えられるのでしょうか。水増しは恒大集団だけなのでしょうか。デフォルトした企業、デフォルト寸前の企業、いくらでも中国にはあります。中国の国営銀行は大丈夫なのでしょうか。若者を直撃する雇用危機。中国の経済状況は、特に若年層にとって、厳しい現実をもたらしています。2023年2月のデータによると、16歳から24歳までの都市部に住む若者の失業率が 15.3% に達し、前月よりも 0.7 ポイント増加しました。この数値は、特に教育機関を卒業したばかりの若者たちにとって、不安定な雇用市場の現状を浮き彫りにしています。中国国家統計局の報告によると、
25歳から29歳の失業率は 6.4%、さらに安定している30歳から59歳では 4.2% となっています。これは若年層特有の問題が存在し、特に新卒者が直面する雇用のハードルの高さを示しています。この背景には中国経済の低迷があります。長引く不動産不況は国全体の経済成長を鈍化させ、それが直接的に雇用市場に影響を与えています。特に新しい職を求める若者たちは、このような環境下で不釣り合いな影響を受けています。昨年6月には若者の失業率が 21.3% に達し、記録的な水準を更新した後、政府は突然、これらの統計の公表を停止しました。その後、統計方法の変更を経て、去年12月から再び公表が再開されています。これは、政府が雇用状況の深刻さを認識し、より正確なデータ収集に努めている証拠とも取れますが、同時に国内外からの注目度の高さを示しています。この問題への対応として、中国政府は若者向けの雇用創出策や教育・研修プログラムの強化に力を入れていますが、根本的な経済の回復なくしては、この問題の解決は難しいでしょう。将来に向けて中国がどのようにこれらの課題に対処していくかが国内外から注目されています。中国の若者失業率の増加は単に一国の問題にとどまらず、世界経済における重要な指標の一つともなっています。中国経済の動向は世界市場に大きな影響を与えるため、この問題は国際社会にとっても重要な関心事です。今後、中国政府がどのような政策を実施し、若者たちの雇用機会をどのように改善していくのか、その成果が注目されます。詳しい数字があれば計算するのですが、この 15.3% は昨年までの数字から大学生を引いた数であるので、数値そのものが母数が変わっているので、皆さんご注意を。なので、決して改善したというわけではありません。そもそも、休職している人の数をコントロールすれば、いくらでも改ざんできますし、それを知る術が我々にはありません。潜在的には 40% ぐらいだということは分かっていますし、いろいろな情報を集めているであろう。同チャンネルの視聴者さんは、中国の数字はこのようなものだろうと、先の恒大集団の話を見ても、そうだ、そうね、としか言いようがありませんよね。アメリカとの関係が悪化する中、ロシア依存が強くなっており、ますます米中関係は悪化するでしょうから、欧米からは資本が入ってこなくなり、失業率はさらなる悪化となると思われます。さて、これらは年金の悪化を招くこととなり、現在の中国の年金も日本同様、集めた年金をそのまま渡す形式となっており、また、男性60歳、女性55歳から年金受給となっています。GPF のような数年の蓄えもありません。人口ピラミッドが崩れている中、どのように年金を賄うのかも注目です。また、若年失業率には大部分を占める農村戸籍の人口は反映されていません。賃金未払いも常態化しています。日雇いの仕事も激減しているとのことです。不動産市場の減速、中国経済の GDP3 割の行方。中国の不動産市場は近年大きな変動を経験しています。国家統計局が発表した最新の統計によると、1月から2月の間に不動産投資と販売の減少ペースが鈍化しました。これは政府の積極的な介入と支援策が一定の効果を発揮していることを示唆していますが、市場の専門家たちはこの低迷からの脱出を確認するにはまだ慎重な姿勢を保っています。具体的には不動産投資は前年同期比で 9.0% 減少し、これは
前月の 24.0% 減少からの大幅な改善です。同様に、不動産販売も 20.5% 減となり、これも前月の 23.0% 減からの改善を示しています。しかし、新築住宅価格は前月比で 0.3% 下落し、8ヶ月連続のマイナス成長を記録しています。この状況は、不動産市場が依然として厳しい状況にあることを示しており、特に開発会社がキャッシュフローに苦しんでいることが、投資の落ち込みが鈍化しても市場の回復には時間がかかる可能性が高いことを意味しています。ニーウェン氏エコノミストは、不動産市場が経済に与えた最大の悪影響は過ぎ去ったとしながらも、市場が底を打ったかどうかを見極める必要があると指摘しています。政府は不動産市場の再活性化に向けていくつかの措置を講じています。1月には融資を推奨する不動産プロジェクトの一覧を銀行に提示するホワイトリストシステムを導入しました。また、2月には住宅ローン金利に影響を与えるローンプライムレート LPR を25ベーシスポイント引き下げました。しかし、新規着工件数や資金調達が依然として減少している中、市場関係者の多くは依然として慎重な見方を続けています。HSBC のエコノミストは、不動産部門に対するさらなる支援が必要であり、住宅購入規制の撤廃や公共住宅供給の拡大などの追加措置が、市場の安定化に寄与するだろうと指摘しています。この状況は、中国経済における不動産市場の重要性を浮き彫りにし、市場の安定と持続的な成長のためには、政府の戦略的な介入と持続可能な政策が不可欠であることを示しています。どうしても気になったのが、20.5% 減が 23.0% 減からの改善ということなのですが、これって改善って言うんでしょうかね。激減継続といった印象ですね。突っ込まざるを得ない。また、2月単月としても問題が発生しています。中国国家統計局が発表した2024年2月の新築住宅価格指数は、中国の不動産市場が依然として厳しい状況に直面していることを示しています。主要70都市中、前月比で価格が下落した都市は59都市に上り、これは全体の約 84% に相当します。特に、北京、広州、深センなどの経済的に重要な都市でも価格が下落しており、全国的な不動産不況が長期化していることが伺えます。新築住宅市場だけでなく、中古住宅市場も冷え込んでおり、70都市中68都市で前月比価格が下落しました。わずか2都市のみが価格上昇を記録しており、中古住宅市場の萎縮が続いていることが明らかです。中国の不動産市場は GDP の 20% から 30% を占めると推定されており、このセクターの低迷は国の経済全体に重大な影響を及ぼしています。不動産価格の下落は消費者の資産価値の低下、建設関連の雇用機会の減少、関連産業への悪影響など、多方面にわたる経済活動の抑制につながります。この状況は、中国政府による不動産市場の安定化を目的とした政策の有効性に関する疑問を投げかけています。政府は、不動産市場を支援するために、様々な措置を導入してきましたが、市場の回復には至っていないようです。このような市場の低迷が続く中、政府の対応策や市場の将来に対する関心が高まっています。以前からお伝えしていますが、この GDP の3割を占める分野のマイナスをどの分野が補って、さらにそこから 5% 成長するのでしょうね。河南省は今年1月、2022年の域内総生産について、1年前に発表した速報値から約3000億元、約6兆円下方修正し、約5兆8000億元、約120兆円だったとしました。修正額は、省内の市が一つ消えるほどの規模となっています。
これは、どこかで見たことのある。アメリカの雇用統計ですね。速報値はサプライズ上昇。確報値が 12.1 万人下方修正。民主党政権と仲のいいこと。中国と同じようなことをし始めると、その末はどうなることか分かっているはずなのに、河南省がこのように発表したとしても、中国の22年の GDP を下方修正していないですよね。毎年これを繰り返すつもりでしょうか。そうすると、中国の今の GDP はいくらなのでしょうか。これが今年だけなのでしょうか。2015年にチャイナショックがありましたが、中国が本当に景気が良かったと思う頃はリーマンショック前です。さて、あの頃から本当に GDP は上がっているのでしょうか。2015年にも株の買い支えをしていたことは分かっています。私はこれを間違った成功体験と捉えています。株価を上げるにはお金が必要となります。ただ、輸入物価が上がるため、減安はさせたくない。そうなると、新たなお金の発行をすることができなくなります。私は、米国債の減少で、元の買い支えを行っていると思うので、新たな国債発行はできるだけ避けたいと考えているのではないか、と考えています。日本とは対照的です。中国景気が弱いとなると、さらなる減安を招きます。ドル建て債務は増えることとなりますので、返済が大変になることは、韓国経済でよくお話ししています。強い中国であることは、国債価格や国債の販売、利率にも関わりますので、有利な条件のために必須なのは理解できます。さて、不動産価格は暴落していますが、この数字を信じることはできるのでしょうか。私はもっとひどいと思っています。それは中国恒大や河南省が証明しています。都合のいい数字はより高く、都合の悪い数字はより低く、こうして中国の数字が出来上がってくるのです。少しアメリカのことが気になります。雇用統計の数字、こんな中国の GDP みたいなことをやっていては、急に何か困ったことが起こるかもしれません。その点に関して非常に面白い、怖い内容が最近勉強中なのでうまく説明できるようになったらお話ししたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちくださいね。ソフトランディングは虚偽の数値と強欲で構成された虚構かもしれません。私は以前から大恐慌が来ると思っていることはコロナの時から言っていることですが、きっかけになるかどうかはわかりませんが、次の問題はやはり商業用不動産の借り換えかなと思っています。少しだけお話しすると、今年1兆ドルの借り換えがあるそうです。これは低金利で借りられたローンが現在の高金利に置き換わっていくことを表しています。銀行は高金利になると債務不履行、借金が返せなくなった時のことを考えて貸し渋ります。そんな中、商業用不動産は価格が下がっています。延滞も増えてます。もし自分が銀行だったら商業用不動産のオーナーに貸すでしょうかというお話です。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。